どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、本日実装された T5 についてやっていこうかなと思います。これまではT4 がこのゲームの最高ティアだったと思うんですけども、本日、T5 が実装されてしまいました。今あえて実装されましたではなくて、実装されてしまいましたという表現を使ったわけなんですけども、これはもうされてしまったという表現が正しいのかなと思います。まずこちら、多くの方が、もうとんでもないものなんじゃと、思われたと思うんですけども、本当にとんでもないです。T5 がもう、とんでもなく強いです。T3 と T4 の差より大きいんですよね。ただ、解放するのが、これ、あまりにも大変です。まず、兵士のランクを10にする必要があります。今僕すごい軽く言ったかもしれないんですけど、兵士ランク10って半端ないほど大変なので、兵士ランクについては、以前の気まぐれコラムで、解説させていただいたので、気になる方は、概要欄にリンクの方貼っておりますので、そちらご覧いただけると嬉しいなと思うんですけども、めちゃめちゃ強くなります。ただ、兵士ランク0から10って、100万円じゃ済まないんですよ。普通に考えて、めちゃめちゃ大変じゃないですか。僕も、今、まったりやって、次の集長の開始タイミングで、兵士ランク10に、しようかなと思ってたんですけど、まず、T5 の最低ラインが、この兵士ランク10なんですよ。本当この最低ラインに、そもそもたどり着けてる人っていうのが、多分ほぼいなくて。そして、今後たどり着ける人っていうのも、正直そんなに多くはないのかなと思います。で、その次の、ステップにあるのが T5 です。どれだけ大変かの前に、先に T5 の強さについて、触れていきたいんですけども、こちらの、トレーニングセンターですね。まず、クリティカルだったり、ダメージ軽減の、スキルについては変わらないです。ただ、ステータスがあまりに上がりすぎます。まずギャングから見ていこうかなと思うんですけども、まずギャングの、ランク10の、T4 のステータスっていうのが、攻撃が822。で、防御が293。で、HP が2030だと思うんですけども、こちらT5 になると、こちらですね。攻撃が1181になって、HP が4355になります。で、シューターも見ていこうかなと思うんですけども、シューターの T4 のランク10ですね。そちら攻撃が1025で、HP が2818だったんですけども、こちらT5 になると、攻撃力が1468。そして HP が4037というところで、これもうステータス、このステータス自体がもう 1.5 倍くらいになるんですよ。これやばすぎません？これあくまで、同じランク10で、この比較、この差なので、これ比較対象が、じゃ仮にじゃあ T4 のランク6とか、それとかだと、もう大体強さっていうのがもう2倍とかになるんですよ。これもうダメじゃないですか。そんだけ強い T5 なんですけども、ただ、コストが本当にやばいです。兵隊ランクを10にして、すなわち、ファミリー議事堂ですね。こちらランク10にしてから、必要なファミリーゴールドコインとファミリースターバッジの量が、ファミリーゴールドコインが、約19万枚。そして、ファミリースターバッジが、7500枚ほど必要になります。これやばすぎませんか？この数値は、適当言ってるわけではなくて、運営さんに問い合わせた数値になるんですけども、まずじゃあファミリーゴールドコインが19万枚というところで、12000円のパッケージが95バックですね。正直それだけでも、そっと美味しそうなんですけども、問題はファミリースターバッジですよね。7500枚って、どんだけですか？
一応これ交換回数に、制限はなくなったので、お金さえ突っ込めば、いくらのバッジは入手していくことができるんですけども、7500枚バッジ交換するのに、何十万枚のファミリーゴールドコインが、必要なんだって話なので、一応毎週お得な、50回までの50回の交換だけやって、コツコツやっていったとしても、1、2年、それ以上ですかね。それぐらいかかると思うんですけど、そういう効率の良い方法を使ったとしても、ファミリーゴールドコイン、バッジだけで多分20万枚以上、かかっていきます。なので、このバッジの交換コストを抑えていったとしても、ファミリーゴールドコインが40万枚前後、かかってしまいます。高すぎますね。週長の、最強ボスイベの、報酬だったり、あとデイリータスクとかでも、少しは入手していけるんですけども、あとあれですね、毎週の、建設ランクアップパック、そこでも少しお得に変えたりはするんですけども、本当に T5 を解放しようと思ったら、兵隊ランクを10にしてから、もう確実に200万円はかかるので、本当泣きたくなるなと、本当思ってます。一応この動画を作ってる段階で、すでに3名の方が、世界でT5 を解放されたようなんですけども、これ何が恐ろしいって、バッジの交換効率が悪い51回目以降の交換をやりまくってるんですよ。もちろんこれ、真偽は定かではないんですけども、風の噂では、380パック、かかったと聞きを読んでいます。いや、もう本当に恐ろしい世界ですね。ただこれ解放できる人っていうのは、もう本当に限られてくると思いますので、逆にこのゲームバランス自体は崩れていかないっていう、皮肉なことも起こっています。これT5 じゃフルで使われたら、もうどうしようもないんですけど、T5 解放者が何人もいる組織って、かなり限られてくると思うので、世界のトップ組織の中でも本当に限られてくると思います。なので、もう、T5 を大量に使って、ラリーを打てるとことは戦わない。もはやこれがある種一番賢い選択なのかなと思います。では、T5 を解放するための、方法を、見ていきたいなと思うんですけども、ファミリー議事堂の、こちらの、ファミリー投資の項目ですね。こちらで解放していくことができます。じゃあそもそもこの投資、そもそも、じゃやるべきかっていうところなんですけども、T5 を、最終的に解放する、つもりのある方は、コツコツやっていきましょう。ただ、解放する予定のない方は、これ一切手をつけてはいけません。これあくまで T5 を解放するから意味のある投資であって、T5 を解放しなかったら、本当超絶コスパ悪いんですよ。これやるんだったら、もう先に兵隊ランクを上げていった方が絶対にいいので、兵隊ランクを10にするのがあくまで最優先です。で、いろんな、投資項目があって、各兵科の、ステータスアップとかもあるわけなんですけども、なんかちょっと見慣れないものもありますよね。このパワーポーションってやつなんですけども、こちら、今回、実装されたアイテムになるんですけども、これ何かというと、T4 を T5 にアップグレードするための資源、かつ、T5 の治療にかかっていく資源です。このパワーポーションについては、この運営さんが解説記事の方で出してくれているので、そちらちょっと見ていきたいなと思うんですけども、こちらの最新情報の攻略のところですね。ただちょっとすいません。画面の拡大がちょっとできないので、かなり文字の方、小さくなってしまっているので、気になる方は、グラムフィの画面から、見ていただければと思うんですけども、こちらですね。で、まず T5 っていうのは、そもそも T5 自体を訓練するのではなくて、T4 をアップグレードして入手していきます。で、そのアップグレードに必要となるのが、これまでの、普通の資源と、加速アイテムと、このパワーポーション。こちらが必要になってきます。で、このパワーポーションなんですけども、おそらく課金でも、入手できていくと思うんですけども、先ほどの、こちらの、ファミリー投資にある、
パワーポーション研究センター、こちらでも、生産していくことができます。で、このパワーポーションなんですけども、T5 を開放する前に、生産しておいて、貯めていくことが、できるようなので、最終的に T5 を開放される方は、現在、兵隊ランクが9であっても、先にこのパワーポーションの、研究センターを、開放していくっていうのは全然ありなのかなと思います。ただ、あくまで T5 ありきです。ありきですし、これ、そもそも、この研究センターを開放するの自体も結構大変なので、この先に、パワーポーション研究センターを、開放していくのか、先に兵隊ランクを10にするのかは、今の状態と、ご相談していただいて、決めていくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は T5 について、やっていったわけなんですけども、もうあくまで、兵隊ランクはもう10丸として、もう考えて、もう T5 はもうなかったものとして考えていく。正直大変すぎるので、この考え方で全く問題ないかなと思ってます。少なくとも T5 ありきの環境にはならないので、ファミリーゴールドコインがもっと安く売り出せれるようになったらあるかもしれないんですけども、少なくとも今のレートだったら、T5 ない戦い、T5 がいないと戦っていくことができないっていうのはもう絶対起こらないので、この T5 で、環境が大きく変化していくのは、あくまでもう世界のトップクラスの組織の話で、で、T5 自体も、パワーポーションの問題があるので、すごい無理して、T5 解放しましたって言っても、維持ができないんですよね。なので、今回のアップデート、T5 を目指せる方は、目指せるか、目指していくで頑張っていただいて、正直、そこまで難しい方は、もうこれまで通り、兵隊ランクを上げていって、自分の目指せる範囲の、兵隊ランクを、最終目標としていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。